皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？私はこの前2週間ほど前に韓国のソウルに旅行に行ってきました。寒すぎない天気で晴れていて、もうとっても楽しい旅行でした。なので今回は韓国旅行に行って感じたこと、近くて似ている国だけど違うところもたくさんあるので、そういったことを今回はお話ししていこうと思います。もちろん人によって感じることは違うと思うので、こう思う人もいるんだなぐらいで聞いてもらえればと思います。日本の都市、東京、大阪、京都とか福岡とかも観光地に行けばたくさんの韓国人の方がいて、韓国語がめちゃめちゃ聞こえてきます。その時に韓国人旅行客が本当に多いんだなって感じることが何度もありました。それと同じようにソウルに行けば本当にたくさんの日本人観光客がいます。ここ日本って思ってしまうぐらい日本人がたくさんいるし、日本語がたくさん聞こえてきます。お互いが行き来して旅行して楽しんでいるんだなと感じます。インスタのストーリーとかを見ていても本当に毎月誰かが韓国旅行に行ってる様子をストーリーに上げてたりするのを見るので、韓国は日本人からしたら本当に身近な旅行先だなと思います。東京の羽田から、インチョンとかだと飛行機で3時間ぐらい、大阪関西空港からインチョンだと2時間半ぐらいで行けるので、とっても近いです。ってことで今回は韓国と日本の違い、あとこれめっちゃ韓国やなっていうそう感じる瞬間など、私の体験ベースでお話ししていこうと思います。まず今回行った理由なんですが、それは安かったからです。LCC でチケットを買うと本当に安く行けます。今回は15キロの荷物がついていて、それで往復でだいたい2万円ぐらいだったと思います。なのでよし行こうと思ってすぐチケットを買っていろいろ予約してっていう感じで行ってきました。本当に安い時だと往復のチケットが1万5,000円とかで買えたりするので、外国なんですけど外国って感じないような本当に身近に感じる国だなと思います。ここで私が何回ぐらい韓国に行ったことあるのって思う方もいるかと思うので、それをお話ししていこうかなと思います。まず初めて韓国へ行ったのは留学でした。旅行ではなく留学でした。そして私はテジョンというところへ留学しました。これ今までポッドキャストで話したことあるかないかちょっと覚えてないんですけど、テジョンというところへ1ヶ月間の交換留学をしました。で、ここでちょっと待ってって思った方もいるかもしれませんよね。私は以前から韓国語を勉強している、でもまだそんなに喋れないみたいな感じで、話したことがあると思うんですけど、留学してたのに韓国語全然喋られへんのって思う方もいると思います。で、私が留学した理由は大学の交換留学制度で行ったので、その時は英語で授業を受けていました。そして友達とも韓国人だったりいろんな国の方がいたんですけど、みんなと英語で話していました。あと韓国人の中には日本語がペラペラの方もいたので、英語か日本語で喋っていました。なのでここでもまたフランス語に続き語学習得には失敗しました。その時ハングルは読めてたんですけど、その韓国語を学ぶってことに対してはそんなに熱意はなくて、なんか楽しくその留学期間を過ごせたのでそれでよかったなぐらいで終わってたんですけど、留学して帰ってきて少し経ってから本気でちょっと韓国語を勉強したいなと思い出して、そこからちょっとずつ始めました。で、私の韓国語は一度勉強して3ヶ月とか半年とか勉強せずに全部忘れて、でまた再開してみたいな感じなので、また一から覚え直してという本当に効率の悪い方法になってしまっていたので、1年前ぐらいからはちょっとずつ
その空白期間なしで勉強しています。なので、その私が韓国へ留学していた時とはもう全然違うぐらいにはなってるかなと思います。私の韓国語歴を紹介するみたいになってしまいましたが、初めて行ったのは旅行ではなく留学でした。そして留学中にはソウルももちろん行ったし、プサンとかテグ、あとチェジュ島にも行きました。そして帰ってきて韓国に行きたいっていう気持ちは収まることなく、韓国への熱が冷めることはなく、その後もソウルとかプサンに年に1回か2回ぐらいは行っています。数で見たらめっちゃ行くやんって思うかもしれないんですけど、安い時にチケットを買えば韓国は本当に安く気軽に行ける場所なので、そうですね、いつでも行きたくなるような場所です。安いからこそちょっと今月は友達と会う回数を減らそうとか、ちょっと外食の数を減らしてコンビニでお菓子買ってしまうみたいなのを減らせば全然すぐに旅費は貯まるぐらいになります。という感じで、韓国と日本は時差もないし、あと物価の違いもそんなにないので、日本人みんなが本当に気軽に週末にパッと行きたくなるような場所だなって思います。では韓国を旅行していて思った違いというか、韓国人の方々これすごいなって思うこと、まず一つ目なんですが、それは日本語がめっちゃ通じるということです。日本でも観光地に行けば英語を話せる人だったり、中国語、韓国語が通じるってこともあると思います。特に中国語や韓国語の場合は、通じるっていうのはその中国人の方々、韓国人の方々がそこで働いていて、通訳だったりそのお客様の対応をしているっていう場面が多いかなと思います。私の体験的にはそうでした。でもソウルだとちょっとカフェに行ったりとか、スーパーで働いている方とか、本当にいろんな場面でみんな接客に必要な日本語、最低限のものは知っていて、日本語で会話してくれたりとか、注文を日本語でしても問題ないっていう場面がたくさんありました。日本人が働いていて日本語で対応してくれているじゃなくて、韓国人が働いていて、その方が英語も日本語もとか中国語もって一人が何言語も知っていて対応してるっていうのが結構印象的でした。韓国だと中学校とか高校で英語の次に日本語か中国語を習うから、簡単なフレーズだったり基礎単語、基礎文法は知っているっていうのを聞いたことがあります。でも日本で英語以外の言語を学校で学ぶ機会はほぼゼロに等しいと思います。特に公立の学校だとそうだと思います。私の行っていた学校、小中高全部公立なんですけど、英語以外は教えてなかったです。だからやりたくてもできないっていう感じでした。だからその子供の時から多言語に触れる環境があると、その接客の簡単なフレーズとかはみんな知っている方が多くて、日本語で対応してくれたりっていう場面があったので、韓国人のその語学力の高さに毎回びっくりします。日本は英語が通じないっていうことで有名かもしれないんですけど、最近はその観光地に行けばそんなこともないかなって思っています。英語を話せる人は結構いるし、そんなに問題ないんじゃないって思うことがあるんですけど、中国語だったり韓国語だったりスペイン語とか、そういった第二言語第三言語ぐらいまで話せる人って相当少ないと思うので、これは日本ではあんまり出会わないことかなって思います。では次、日本と韓国違うなって思う違い2つ目は、カフェがめっちゃ多い、そして全部可愛いということです。韓国ってカフェが多い、いろんな可愛いカフェがあるっていうので有名だと私は思っています。でも本当にソウルだとどの道を歩いていてもカフェはたくさんあって、各ブロックに1つか2つはカフェがあるぐらい本当に多いです。それぞれのカフェにそのテーマがあって、内装のデザインとかも可愛くて、デザートも美味しくて、本当に一生カフェホッピングしたくなるような街だなと感じます。たくさんあるからこそ、ちょっとカフェ行こうと言って席が空いてない、もう一生満席っていうこともそんなに私の経験上はないです。ですが日本だとカフェもちろんあるんですけど、
可愛いカフェもたくさんあるんですけど、まずやっぱり人の数とカフェの数はマッチしていない気がして、いつ行っても席が空いていない、そういったことが多いなと思います。1店舗2店舗ぐらいしかないおしゃれなカフェというよりかは、スタバって感じです。本当にスタバばっかり、どこに行ってもスタバっていう印象があります。スタバももちろんいいですよね。私も最近は行ってないですけど、昔はよく行っていました。もう味も知っているし、挑戦する感じがない。ここのコーヒー美味しいかな、デザート美味しいかなっていう疑問がないので、スタバがある安心感もあると思います。でもやっぱり違ういろんな雰囲気のカフェとか、いろんな違うドリンクデザートを挑戦したくなる、食べてみたくなるので、そういった方には韓国はめっちゃいいなって思います。めっちゃ可愛いカフェが本当にたくさんあるので、羨ましいなって思うことの一つです。そして韓国人といえばみんなアイスアメリカーノ、これ聞いたことありませんか？真冬でアイスアメリカーノってほんまに飲んでるん？いやめっちゃ寒いやんって思うんですけど、それでもやっぱりアイスアメリカーノを飲んでいる方は結構いると思います。冬でも飲んでいる方をたくさん見かけました。なので真冬でダウンジャケットを着てマフラー巻いているのにアイスアメリカーノを飲んでいるみたいな光景を見ると、うわ今自分韓国におるなっていうのを実感します。では次3つ目、料理でちょっと違いがあるなって思うんですけど、それは辛いものが多いということです。韓国は辛い食べ物が多いことは有名だと思います。キムチとかもちょっと辛いですし、コチュジャンとかいろいろ唐辛子を使ったものがたくさんありますよね。私もそれを知っていて韓国に行ったんですが、初めて行った時は予想以上に何でも辛くてびっくりしました。全然辛そうに見えないスープとかでもめっちゃ辛かったり、口から火出るっていうぐらいちょっとそういう経験もしたことがあります。あとは普通のキンパ、あんまり辛そうに見えないキンパとかでも食べた瞬間にカーってなることがあるので、辛さが苦手な方は絶対に最初にこれ辛いですかとか、これ辛くないですかっていう質問をした方がいいなって思います。日本にももちろん辛い食べ物はあるんですが、そんなに出会う頻度としては多くないと思います。あと辛さのレベルもそんなに辛くないと思います。なので韓国は辛い料理が本当に多いなって毎回思います。あとレストラン関連でいくと、お箸とスプーン、これにめっちゃ細かいんですけど違いがあるなって感じます。日本はレストランとかお店によって用意されているスプーン、お箸、フォークとか全部バラバラなんですけど、韓国ってこれがほとんど銀色のスプーンとお箸、もう統一されてるかなって思います。そして机の下というか横の引き出しをガラッて開けてそこに全部入っている感じ、あれを見るとうわ韓国ってめっちゃ思います。日本でああいうセットされているテーブルってほとんど見かけないかなと思います。なので銀色のお箸を使って食事していると、うわ自分今めっちゃ韓国おるなって感じます。では次、最後になりますが、違い4つ目は交通費が安いということです。韓国は地下鉄とかバスを乗り継ぐ際、毎回乗り継ぐたびにお金を引かれるわけではなく、回数かまたは時間で区切られているか、それはちょっとわかんないんですが、なのでそんなに高くならないです。でも日本は違ってバスでも電車でも交通費が結構高いなと思います。例えば渋谷駅から東京駅に行きたいみたいな、ちょっと東京に住んでいないのであんまりわかんないんですけど、渋谷駅から東京駅に行きたいときはその区間のお金を払わないといけないです。1回何円とかじゃなくて、1駅100円、2駅乗ったら120円、3駅乗ったら150円みたいな感じで、何駅分乗るかによって値段が変わってきます。1時間とか電車乗ってたらもう結構なお金になります。それを毎日するとか、旅行で毎日そうやって交通費を使っていたら、
タクシーとか乗ってないのに、電車とかバスしか乗ってないのに意外とお金使ってるなっていう状態になります。ですが韓国は1回というかそんなに高くないので、これがめちゃめちゃいいなって思います。あとタクシーも日本よりは安いと思います。で、韓国ってこの坂が多いなって思うんですけど、ちょっと疲れたからタクシー使いたいなってなっても、そこまでその友達とかと一緒にいてみんなでその割ったらお金をそんなに高くならないので、これもめちゃめちゃ嬉しいことだなって思います。今回は韓国旅行に行った際に気づいた日本と韓国の違いについてお話ししてみました。私が感じた韓国と日本の違い4つお話ししてみたんですが、共感してくれた方もいるだろうし、そんな感じやったっけってちょっと疑問に思った方もいるかもしれません。または日本と韓国どちらも行った方で、私はこういう違いを感じたとか、こことここ全然違うなって思ったみたいな、皆さんが経験したこと、気づいたことなどあれば、それもぜひコメントでシェアしていただければなと思います。あと最後に今思い出したことなんですけど、最近インスタを見ていて、韓国の車は黒かグレーか白っていうリールを見て、なんか確かにって思いました。道を歩いていて、この3色黒、グレー、白以外の車ってあんまり見ないなって思いました。企業のトラックとかバスとかは別として、普通の一般の人が乗っている車ってあんまカラフルなイメージがないなと思いました。でも日本だと結構いろんな色の車があります。私は車を持っていないんですが、私の両親は赤色の車を乗っているし、友達はオレンジとか、あとは青色とかの車に乗っている人もいるし、本当に人それぞれだなと思います。いろんな色の車を見かけることがあると思います。ですが韓国はそうではないので、こういったちょっとしたところにも違いはあるなって感じます。こんな感じで近くて似ている文化もたくさんあると思うんですが、細かいちょっとした違いもたくさんあるなと感じました。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをしています。トランスクリプトが欲しい方、またはこれからも動画を作り続けていくための応援、サポートをしてくださる方がいましたら、ぜひ、メンバーシップへの参加お願いいたします。お待ちしております。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。これからも動画を作っていくので、応援していただければと思います。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。